はい、今回はホームセンターで2000円、Amazon で600円の COB ライトですが、買って半年が経ちました。正確には8ヶ月ぐらいかな。以前この2つの比較動画を出しましたが、その後どうなったってコメントがあったので、そうだね、知りたい人もいるかも。参考にしてくれればと思います。こいつは夜釣りや DIY の作業等に使っていたんで、正直冬場はほとんど使う機会がなかったんですよね。なので2月から職場とか動画編集の際に無駄に1時間点灯充電、これを繰り返しました。使用回数はどちらも60回ぐらい、点灯時間はだいたい20時間ちょっと、充電回数はおよそ30回、購入してからだいたい8ヶ月、これを目安にしてください。前回はメーカー名を伏せていましたが、このホームセンターで売っている COB ライトはムサシというメーカーです。 Amazon の方は、メーカー名不明のままです。中華製ってことだけは合っているようです。では今現在これどうなっているのか。結論はどちらも普通に使えています。光も初めの頃とさほど変わらない感じです。ムサシの方は500ルーメン、Amazon のライトは800ルーメンを歌っていましたが、相変わらず500ルーメンのムサシより暗い感じ、多分400ルーメンじゃないかな。前回と同様そのままです。見た目ですけども、これはもう変わりようがないっていうか、変わりません。相変わらずどっちがどっちだか分かりません。裏を返すとシールがある方がムサシです。株式会社ムサシとリチウムイオン電池のリサイクルシンボルマークがついています。Amazon のライトには何もありません。さすが中国製。スタンドの開きですけども、 Amazon は前よりは開きやすくなっていますが、相変わらずぎこちないです。ムサシの方はスムーズです。前回は Amazon のライトは磁石が取れましたが、あれからなぜか取れなくなりました。これ逆についたんでしょうかね。反対についたのか反発します。これはこれで OK かな。で、Amazon の充電口、これは蓋が取れました。使い始めて間もなく取れてしまいました。ムサシのライトは非防水で Amazon は防水となっていますが、もともと蓋が外れやすくって防水はとっても疑わしい感じでした。でもこれでめでたく非防水になりました。ちなみにどちらも栓抜きがついていますが、今のところ全く意味をなしてません。では明かりをつけてみましょう。やはりムサシの方が明るく見えます。光の大きさもあと木の反射も大きいですよね。このまま時間を計測してみましょう。光の強さは強の光です。ボタンを長く押すと長押しすると強の光で、普通に押すと中の光、もう一度押すと弱、点滅、オフとなります。ムサシの場合は強で500ルーメン、中で350ルーメン、弱で140ルーメン。Amazon は強で800ルーメン。あとは不明なんですが、これを見ると 60% の 30% なので、中で480ルーメンくらい、弱で240ルーメン。だいたいこのくらいってことになります。前回は20分過ぎたあたりから Amazon のライトは少し弱くなってきて、それをキープした感じで、1時間経過すると今度はムサシが極端に弱くなって、 Amazon の方がまだ明るかったっていう結果になりました。ちなみにムサシの方はもともと説明書に強光で1時間と書いてありますので、記載通りとなります。コメントにはバッテリーの保護かなんかで1時間で意図的に暗くしているのではともありました。今回はどんな結果になるんでしょうかね。ぶっちゃけ2つあると思わず手に取ってしまうのはムサシの方ですね。使いやすさは同じはずなのに日本メーカーを取ってしまう。やっぱり信頼性ですかね。で、使っていて気になったのが充電時間です。 Amazon のライトは充電時間妙に短いんですよ。気になったので、どちらも中の光で約1時間つけっぱなしで見たところ、ムサシの説明書では充電時間は約2時間と書いてありますので、中では点灯時間 1.5 時間なので3分の2ぐらい消費って感じですね。充電する電力にもよると思うので、同じ条件で充電 5V2A でやったところ、充電時間、ムサシは充電完了の緑ランプになるまで約1時間20分。
Amazon は緑ランプになるまで23分でした。たったの23分です。今度は長押しの強でだいたい30分つけっぱなしにした場合ですけども、武蔵は充電時間が約50分で緑ランプになったんですけども、 Amazon はなんと8分から9分ぐらいで緑になりました。大丈夫？充電できた？って毎回思います。さて、32分が経過しました。明らかに Amazon のライトはちらついています。肉眼ではちらつきは感じません。どうやらフリッカーと呼ばれる状態のようです。蛍光灯や LED ライトは目ではわからないくらい高速で点滅を繰り返しているようですが、これが目で確認できるくらいちらついたら目に悪影響が出るので、使用を控えた方がいいらしいです。で、カメラで撮るとこのフリッカーは映りやすいようですね。カメラのモニターもちらつきってか波打って見えるんですけども、この時は自分は全然気づかずにね、撮影していました。これね、実際肉眼ではね、ちらつかないんですよね。目で見る分には何ともない感じです。シャッタースピードを下げれば収まるんですけども、同じ設定でちらつかないとはさすが武蔵。この辺りはバッチリな品質です。お値段もね、若干するんですけども、こうしてみるとそれなりにちゃんと作っていると思います。前回では20分過ぎたあたりから Amazon のライトが光量がちょっと落ちるんですが、今回も微妙に光量が落ちてきましたね。ここで田んぼで撮った映像を見てみます。で、前回の映像がこちら、武蔵の500ルーメン、そして Amazon の800ルーメン。はい、これが今回撮った半年後の武蔵の今日の光です。500ルーメンでね、十分な明るさですよね。で、中の光です。これでもう十分だと思います。はい、こちらが Amazon の今日の光です。800ルーメンと言っている割には、やっぱり武蔵の500ルーメンよりは暗いですね。十分な明るさですけどもね。で、中の光。予定では480ルーメン。これは嘘でしょうけど、まあまあ使えそうです。比べてみます。明らかに武蔵の500ルーメンがね、明るく見えますよね。こうしてみると Amazon の今日の光800ルーメンと武蔵の中の光の350ルーメンが同じくらいに見えます。 Amazon の今日の光は400ルーメン説、これはね、妥当だと思いますね。状況がちょっと違うので、比較になるかどうか分かりませんけども、半年前の光と比べるとこんな感じです。さて、そろそろ1時間になろうとしています。相変わらず Amazon のライトはね、ちらつきが気になりますよね。その分点滅に間隔があるってことですよね。1時間超えたんですけども、半年経っても記載通り武蔵のライトはね、1時間は元気に照らしています。さすが日本メーカーですね。反対にしてみます。やっぱり Amazon のライトはね、ちらついちゃいますね。単独だとなおさら目立ちます。このちらつきが肉眼で見えたらやばそうですね。で、今度は武蔵の方。なんつうか綺麗に照らして安心します。抜群の安定力です。安さで選ぶなら Amazon で、ちょっと高くてもいい商品と思うならホームセンターで売っている武蔵の塩ビライトって感じですね。1時間12分経ちました。熱ですが、前回同様 Amazon は熱はなくって、武蔵はほんのり熱を持っていました。熱っつっても熱いんではなくって人肌よりは低いです。自分は職業柄指先がねちょっと敏感なんで、ひょっとしたらね触っても熱の判断がわからない人もいるかもしれません。こうしてみるとやっぱり Amazon のちらつきがひどいように見えますが、撮影中はカメラを見ない限り気がつきません。で、とうとう武蔵の光量が落ちてきましたね。1時間過ぎると記載通りに落ちてきます。 Amazon は明るいままですね。静止画にすると見やすいですね。前回同様1時間過ぎて光量が逆転してきました。もともと Amazon の方が光量が低めなので、長持ちして当たり前なんでしょうけど、今思っているのは Amazon のライトは充電時間がびっくりするくらい短いのに
今日の光で普通に行ってか楽に1時間持つという点です。武蔵の場合は1時間で暗くなるように設定されているとなると、それが本当ならリミッター付きのライトとリミッター解除のライトになりますね。Amazon のライトは中華製なんでバッテリーの不具合も多いと聞きました。なので若干の不思議さと恐怖はありますよね。はい、1時間20分経過です。ここでね、ようやく気がついてカメラを交換しました。Amazon のフリッカーもなくなりましたね。ここまでフリッカーに気づかない俺は相当なおバカです。明らかに武蔵の光量が落ちてきています。1時間30分です。もう武蔵の方は厳しいか。Amazon をどけてみます。単体だと暗いけど、近くは照らす感じかな。もう少し見てみます。記載から見れば完全にオーバーな時間です。1時間40分です。武蔵の方はもうついているのかどうか判断もつかないくらい暗いですね。単体で見てみます。もう終わりですね。お疲れ様です。で、これはね、両方とも長押しの今日の光での比較です。Amazon の方はまだいける感じですね。でやっぱりね、充電時間短いのにバッテリー持つね。これはいいことなのか、怖いことなのか、俺には分かりません。判断は皆さんに任せる感じになります。で、前回のコメントで Amazon の COB ライトは個体差があるとの話がありました。外れを引くと点灯時間がやたらと短い、すぐつかなくなった、壊れた、充電できなくなったなど、結構ゴミ同然の商品もあるようです。なので今度はね、何個か買って調べてみたいと思います。自分が買ったこの Amazon のライトは当たり外れがあるとすれば当たりを引いた感じになりますね。結果ですが、前回同様で初めは武蔵の方が明るく、記載通りに1時間はしっかり光量がありました。 Amazon の方は初めから武蔵より光量が少なめで、やっぱり400ルーメンぐらいだと思います。で、20分過ぎぐらいからまた少し下がってね、そこから長時間持つ感じですね。ホームセンターの武蔵の中の光と同じ感じだと思います。今回の動画作ってて気になったのは Amazon のフリッカーですね。初めは中華製の1万円くらいのカメラを使って撮影していたんですけど、ひどいくらいちらつきましたね。肉眼ではね、ちらつきは分かんなかったです。なんでね、作業灯とかこいつを使って作業する分には問題ないと思いますが、撮影する際に、照明つか明かりには不向きと言えますね。今回の動画ですけども、初めのね 2,3 分ぐらいは武蔵と同様に綺麗な感じだったんですけども、その後はちらついてひどいありさまでした。 Amazon のライトは初めは高速点滅だったとしても、その後すぐに今回のようなフリッカーの撮影になるってこともあると思います。買うときはね、この辺も考慮してください。で、今回は強行で約100分つけたわけなんですけども、これの充電時間、これはね、どちらも90分かかりました。 Amazon の極端に短い充電時間はどっかに行っちゃってね、武蔵とほぼ同じ充電時間でした。ひょっとしたら1時間までは Amazon のライトは武蔵より光量が、少ないんでね、その分消費電力も少なくて、1時間過ぎると武蔵の光量が極端に減って、その分武蔵の消費電力が減って同じぐらいになったって感じでしょうかね。ってことは、今までの Amazon の充電時間の短さ、これは大して消費していなかったからとも思えますね。謎なんですけどね。今回は半年経過した COB ライトの動画でした。どなたかの参考になれば幸いです。ではまた。